皆さんこんにちは、きよです。今回は2月に発売した本の中から私がチョイスした10冊をご紹介したいと思います。それでは動画スタートです。はい、ということで毎月恒例のその月の中で発売している本の中から私が独自に調べてこの本面白そうだなと思った本を10冊ご紹介したいと思います。今回も20冊私の中ではチェックをしたんですけど、そのうちの10冊を YouTube の方でご紹介して、他の10冊も含めて合計全部20冊はインスタの方で随時上げていきますので、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。はい、では早速始めていきたいと思うんですけど、まず1冊目はこちら、夜を編むです。はい、もうこれはですね、もう最初の表紙を見た瞬間にすごく可愛いなと思いまして、この編み物をしている感じが素敵だなと思って選んでみました。編み物皆さんされますか？結構去年というか今年というか今季の冬は世間的に編み物がブームだったかなって思うんですけど、私は昔から年に1回マフラーを編んだりとか、いろいろブランケット編んだりとかいろいろしてきて、常に編み物には触れている人生なんですけど、なんかブームがね来るとすごくいろんな可愛らしいレシピじゃないですけど、その本も出て嬉しいなって思っていた今シーズンだったんですけど、今回は小説の方でこんな素敵な表紙の本が出たっていうことで、これはもうあったかそうな物語だろうなっていう予想がつくし、絶対的に読んでみたいなと思ってチェックしてみました。で、この表紙絵で手が編んでいるのは棒針編みだと思うんですけど、私も棒針編み派なんですね。かぎ針はちょっと苦手であまり得意ではないので、なんかその点でもね、何にも関係ないんですけど、ちょっと好感を持ったというか、棒針編んでると思って、それもチェックした一つの要因にあります。はい。では続きましてこちら、夜空に浮かぶ欠けた月たちです。はい、こちらも表紙絵ですごくなんか素敵だなと思いました。この久保みすみさんという方の本はちょっと名前と作品が今パッとリンクしていないので読んだことがあるかどうかちょっとわからないんですけど、NHK で猫メンタリーっていう猫と一緒に暮らしている作家さん特集をしている番組があるんですけど、そちらで確か出てきていたはずの作家さんで、名前を覚えていたなって思った作家さんでした。で、この表紙を見るとなんか喫茶店の前に女の人がいて、多分なんですけどその喫茶店で悩み相談じゃないけどそういうことをして前向きになっていけるみたいなお話なのかなっていう、表紙からだけでねすごく憶測なんですけど、はい、そういう感じが感じ取れたので読んでみたいなと思ってチェックしてみました。はい、今月もね言わずもがな表紙だけで決めている節がありますので、内容に関しては何にも分かってない状態でお話ししていますからもし皆さんも興味のある本が出てきたら、一度どういうお話なのかとかはご自身で調べていただきたいなと思います。インスタの方に載せるときはちゃんとあらすじとかも調べて、そのあらすじの中から1、2文取り出して文章も一緒に掲載させていただいたりとかしているんですけど、この YouTube の動画に関してはもう表紙だけの情報で喋っていますので、ふわふわの情報だっていう風に覚えておいていただけたら嬉しいです。はい。では3冊目がこちらです。幽霊写真展です。こちらはですね、表紙というより赤川次郎さんの新刊なんだっていうことでチェックさせていただきました。赤川次郎さんの本は三毛猫ホームズでしたっけ、ホームズシリーズとかいろいろ読んだことがあるし、あとなんか三姉妹の話も読んだことあるし、旦那さんが警察かなんかで奥さんが泥棒だったかちょっと逆だったかな覚えてないんですけど、そういう話のやつも読んだことあるし、いろいろなシリーズを少しずつ読んだことがありまして、で新しいのがあるんだと思って、これもちょっと気になったのでチェックしてみました。
前々から私結構お話ししているんですけど、赤川次郎さんの小説って本当に読むスピードが速い印象があります。なんか会話文が多いのかちょっとよくわからないんですけど、本当に一冊を読み終えるスピードが速くって、普通の本だったら本当に1日でさささって終わってしまうし、少し分厚めの本だったとしてもやっぱり2日ぐらいでは終われるかなと思うので、結構赤川次郎さんのミステリー系が得意じゃないっていう方でなければ、読書始めというか取っかかりにすごくいい作家さんだと思いますので、もしね今回の本も少しでも気になるよ、だけど最近本をあんまり読んでなくって、あんまり重苦しい本は読みたくないっていう方にいいんじゃないかなと思うので、ぜひぜひそういう方はね一回赤川次郎さんの本チェックしてみてください。はい、では続きましてこちらです。すぐにできませんという人たち。はい、なんかこれだけ聞くとねぐさってくる方いらっしゃるかなと思うんですけど、はい、こちら新書です。新書って結構もうタイトルにその本で何を論じているかっていうものをそのものズバリを書いてくれている本が多いかなと思うんですけど、これもそんな一冊ですね。もうできませんっていう人あまり私の周りにいないんですけど、皆さんの周りはどうですか？私自身はできませんっていう前に調べたり、まず自分でやってみて、こうやって調べたし、こうやってちょっと自分でも取り組んでみたんですけどちょっとできなかったので教えてくださいみたいな、そういうスタンスでいくタイプの人間なんですが、あんまり私の周りでこれやってもらってもいいですか、いやーできませんねってその最初に言ってくる人はいないので、あまりこの本にねあの人だっていうふうにピンとは来ないんですけど、でも世間的にはそういう人もいるっていうのは知っているし、よくそういう話は聞いたりもするので、そういう人たちのことが多分どうしてそういう風に言ってしまうのかみたいな心理とかが書いてあるのかなと思って面白そうだなと思いチェックをしてみました。もし皆さんの周りにねすぐにできませんっていう人がいるとか、自分自身がそういうタイプだっていう方とかぜひチェックしてみたら面白いんじゃないでしょうか。はい、もしかしたらね改善できるかもしれないですしね。はい、続きましてこちらです。物語は終わらない。はい、こちら表紙を見ていただくと分かるようにアンソロジーになっています。いろんな方が寄せて寄稿して一冊の本になっているというものです。なんか物語プロジェクトっていうものがあるみたいで、そのプロジェクトに関わった人たちのものを本にして出したっていうもので、他にネット上だったかなでその元々はあったものみたいです。この誰が書いているかっていうのを見ると結構有名どころの方ばかりで、江国香織さんとか、平野啓一郎さんとか綿谷りささん、金原ひとみさん、角田光代さんとか三浦紫音さんとか、もう本当にもうそうそうたる名前が並んでいまして、それだけでちょっと一冊読んでみる価値あるかなと思ってチェックをしました。しかもこれ文庫なんですよね。なのでそこまで多分値も張らないし手に取りやすいかなと思って選んでみました。続きましてこちらです。この人生前世のせいってことにしていいですかです。はい、こちら新三なめこさんの本になるんですけど、もうこちらは実際に本屋で売られているなと思ってパラパラもしてきました。すごく中見たら面白そうだなと思って何かしらのタイミングで読みたいなと思いました。買うかどうかは分かんないんですけど、新三なめこさんの本、私今までなんか英単語の本とか、あと女子校のことについて書いた新書とかいくつか読んできたので、この本も多分好きだろうなと思ってチェックしています。もし皆さんの中でもねこういうちょっとバカらしそうな内容を面白おかしく書いてくれている本が好きっていう方がいたら多分ハマると思いますので、ぜひぜひ新三なめこさん自身をまずチェックしてみてください。本当にいろんな種類の本を書いていらっしゃいますので、大体がエッセイなのかなと思います。はい、続きましてこちら、ある警察官の奇妙な告発にまつわる資料
です。はい、こちらはですね、表紙を見た時にまずなんか白と青でコントラストもいいし、なんか素敵な表紙だなと思って、警察官って入っているので、推理物の話なのかなとかちょっといろいろこう思ったんですけど、この表紙を検索した時に今お見せしている表紙は本当に帯とかを全部取った形のものをお出ししているんですけど、帯とかもAmazon とかで見れるじゃないですか。でそれを見たら、資料型のホラー小説っていうことが書いてありまして、これはもしかして背筋さんみたいなタイプかなって思ったんですね。モキュメンタリーホラーっていうんですか、なんか新聞記者とかそういう方々のレポートみたいなものをこうちょっと題材にしたというか、それをこういろいろ読んでいく中でそのホラー感を味わうみたいな、そういうタイプかなと思いまして、ホラー小説私嫌いじゃないんですけど、最近そういうモキュメンタリーっていうのもいいなと思っていろいろ背筋さんの本とか読んでいるので、これももしかしたらハマるかもと思ってチェックさせていただいた本です。どういう内容になっているかわからないんですけど、そういう資料を読む系のホラーを好きっていう方はぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。はい、続きましてこちらです。勉強が止まらない外国語を独学で極める技術です。こちらも、新書になります。すぐにできませんという人たちが新書だったんですけど、こちらも新書になります。私その英語を勉強するのが好きで、デュオリンゴっていうアプリではフランス語を少し勉強したりとかしているぐらい、いろんな言語を学ぶっていうことが好きなので、こういう本でもですね、こう勉強法の本とかそういうのを読むの結構好きなんですね。いろんな方が自分の勉強に関しての体験記を綴ったエッセイとかそういうのも結構読むんですけど、これもなんかすごく面白いのかなと思ってチェックしてみました。これ帯文がね皆さんにも見えていると思うんですけど、100言語を習得した言語学者が長続きするノウハウを大公開ということで、100言語を習得できるんだっていう驚き。まず私たち学校だけでも英語と日本語と習ってきて、で、大学に行かれた方で文系とかだとだいたい第二言語みたいな感じでもう一つ何か習ったりしてるかなと思うんですけど、そうですね、最低3言語ぐらい触れているとは思うんですよね。なんですけど、世界にはやっぱりそれだけの数の言語があって、でそれ一つ一つを学んでいくのって私たち、人生100年時代とはいえ、難しいじゃないですか。でも1年にね1言語やったとしたって100言語やるには100年かかるわけで、到底無理だなって普通では考えてしまうところなんですけど、この本を見てみると100言語をね習得している方が実際にいらっしゃるということみたいなので、どの程度できるようになって習得したっていうのかっていうのがちょっとわからないんですけど、よくそういう系の本で書いてあるのが、日本人の思う習得、その言語を喋れますとか使えますっていうレベルは高すぎるんだっていう話はよく聞かれるかなと思うんですけど、もしかしたらこれもそういう話かもしれませんが、でもゼロよりはね少しでも知っているっていうだけで、一応その言語知ってるよとは言えるし、そういうふうに言える言語が多いっていうのは楽しい人生になるかなと思うので、こういう本を読むのは大好きです。はい、私イタリア語とかフランス語、ドイツ語とかそういうヨーロッパ圏の言語は結構全部網羅したいなみたいなところあるんですよね。で韓国語とかも韓国ドラマそこまで見る人ではないんですけど、でも一時やっぱり大学でちょこっと習ってたりとかもして、やっぱりその半年間しかやってなかったんですけど、そのゼロに、なっちゃってるので、それももったいないなとか思いますし、いろいろなやっぱり言語が喋れなくても読めるだけでその言語の本を楽しめるんじゃないかって私は思っているので、
私の中で言語を勉強する意味って本を読むためっていうのがすごくあって、だいたいねその言語を勉強する意味って旅行に行ってその現地でその国の言葉で喋ってコミュニケーションを取るとか、そういうことで学ぶっていう方が多いかなと思うんですけど、私はもう世界中の本を読んでみたいっていう壮大な夢があるので、そのために言語を学ぶっていうモチベーションになっているので、この本もそういうモチベーションの一つになれるかなと思ってチェックさせていただきました。はい、ちょっとなんか長々喋っちゃったんですけど、はい、ということでこちらの本新書でした。続きましてこちらです。本に狂う。はい、こちらはですね草森さんという方のエッセイみたいなんですけど、もうこの表紙絵を見た瞬間にすごいなと思ってチェックさせていただきました。家の中にこれ家なのかなちょっとわかんないんですけど、家の中にこんな風に書庫みたいなスペースができたらそれは素晴らしいだろうなって思います。なんかいろいろな最近雑誌とかテレビとかで本棚を紹介するっていうそういう企画が、ちょこちょこあると思うんですけど、私それを見て一人すごく憧れている本棚を持っていらっしゃる作家さんがいらっしゃいまして、それが角田光代さんなんですけど、角田光代さんの本棚見たことありますか？もう壁面がそんな感じで、しかも階段に沿ってこう本棚がある感じなんですね。もうあんな部屋が作れたらすごくもう私の中ではですよ、もう人生成功というか楽しいだろうなってすごく思っていて、もう将来あそこの規模じゃなくてもいいから、なんかあんな感じでもう壁一面本棚みたいな、そういう部屋に住めたらなって思っています。なかなか難しいかなとは思うんですけど、それぐらいあればもう本をね今のペースで買っていってもそうそう満杯にならないんじゃないかと。今はもう本棚に入らなくって床に積んでいる状態だし、いろいろな棚の上にねもう普通に積んでいる状態で全然こう整理整頓というものができていないので、ぜひぜひああいう OT 本棚があるような部屋ゲットしたいなって常々思っています。はい。で、こちらの本もそういう風にいっぱい本をお持ちになっている草森さんという方の、エッセイということでちょっと興味があるなと思ったのでチェックをしてみました。ちくま文庫ですし、なんかちくま文庫って私エッセイに関してはすごく信頼を置いていて、岸本幸子さんのエッセイとかいろいろあると思うんですけど、なんかちくま文庫から出ているエッセイっていうだけで読んでみようって思えるので、はい、こちらもその一冊としてチェックをしてみました。はい、ではラスト一冊はこちらです。ご利益ご飯です。はい、こちらはですねシリーズの2になるみたいで、もう1が出ていてこれが2つ目っていうことみたいです。で副題が私の推し活編って書いてあるんですけど、もう見た目からしてねすごく美味しそうだなっていう、なんともなんかコメダみたいな感じだなみたいなそういう風に思ったんですけど、はい、チェックさせていただきました。でそうかといってじゃあ1を読んでいたのかって言われると読んでいないんですが、なのでこれをきっかけにですね、これ2なんだと思って1も調べてみました。で確かにこの表紙本屋で見たことあるなって思うシリーズだったので、今まであんまり気にはしてなかったけど自分の目には入っていたっていうことは興味のある内容なのかなと思って今回もうチェックをさせていただきました。なので2なんですけど一旦1から順番に読んでみたいなと思っています。こういうご飯系の本ってもうすごく溢れていると今思うんですけど、やっぱりあまり食に興味がない私からするとこういう小説とかエッセイとかで食についての知識だったり美味しく食べている方々の描写を読むっていうのがすごく好きだなって思うので、自分は食に対してね別にそこまでモチベーションないんですけど、はい、そういう風に美味しそうに食べている人を見るのは好きなので、
こちらも多分こんな料理があるんだとか、私も食べてみたいなとか思えるんじゃないかなと思ってチェックしました。もう表紙だけでもね、このナポリタンだと思うんですけど、ナポリタン美味しいですよね。ミートソースじゃなくナポリタンっていうところがねいいなと思うんですけど、はい、多分読んだら食べたくなっちゃうのかなとか思っています。はい。はい、ということで今回このリストに挙げた20冊の中から私が特にチェックしている10冊をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。何か1冊でもね気になる本があれば、もう発売しているものからもうそろそろ発売になるものまでいくつかありますので、ぜひチェックしてみてください。でまた冒頭の時にもお話しさせていただいたように、残りの10冊も含めた合計20冊を全てインスタの方でまた随時上げていきますので、そちらもぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい、ということで今回の動画はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画を見て面白かったよと思ってくださった方とか、また次回の私の動画見てみようかなって少しでも思っていただけた方は、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。また月290円で行っているメンバーシップの方もぜひよろしくお願いいたします。ぜひ概要欄をチェックしてみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。キラでした。